皆さん、こんにちは。プレイステーション5のコントローラーを使用していて、アナログスティックを操作していないにもかかわらず、勝手に動くドリフト現象を経験された方もいるのではないでしょうか。そのような症状が起こった場合は、アナログスティックの交換が必要となります。今回は、そのアナログスティックの交換方法を分かりやすく徹底解説していきたいと思います。今回は、ドリフト症状が発生している右側のアナログスティックを交換していきたいと思います。まずはじめに、アナログスティックの交換に最低限必要な工具を紹介します。1つ目はプラスの精密ドライバーです。コントローラーのカバーのネジを取り外す際に使用します。2つ目はスパッチャーです。コントローラーのカバーの隙間に挿入し、カバーの爪を剥がす際に使用します。3つ目はラジオペンチです。リボンケーブルを取り外す際にとても便利です。4つ目はハンダゴテです。バイブレーションケーブルの取り外しやアナログスティックを固定するときに使用します。5つ目がハンダを溶かして吸い取りもできるハンダ吸い取り機です。このハンダ吸い取り機があれば、素人でも簡単にアナログスティックのハンダを取り除くことができます。さらにあると便利なのはフラックスと基板を固定する台です。フラックスはハンダを基板につきやすくする促進剤です。ハンダ付けやハンダを取り外す際に使用します。基板を固定する台はハンダ付けする際に基板が動かないように固定することができます。まずはじめに黒カバーを外し、隠れているネジを取り外します。薄いヘラを使用して黒カバーを持ち上げます。下から順番に持ち上げてロックを外していきます。先端部分は破損しやすいのでゆっくり取り外してください。黒カバーの下に隠れていたプラスネジを取り外します。次に L1 ボタン、R1 ボタンを外し、隠れているネジを外します。ボタンの片方を浮かせてからもう片方を浮かせると取り外しやすいです。ボタンの下に隠れているプラスネジを外します。それではコントローラーのカバーを取り外します。まずはじめに2箇所の爪を浮かせます。爪で固定されている部分を浮かせます。コントローラーの横からスパッチャーを挿入して上の部分までスライドさせていきます。上の部分はとても硬いですが、力を入れてこじ開けます。次はバッテリーを外します。コネクターの取り外しはコネクター引き抜き工具を使用することをお勧めします。1、マイクケーブルを取り外します。2、ネジを外します。3、パネルを取り外します。マイクケーブルの取り外しはラジオペンチを使用すると簡単に取り外せます。次に基板に接続されている4つのリボンケーブルを取り外します。
リボンケーブルのタブをラジオペンチでつまみ引っ張ります。次はバイブレーションケーブルの取り外しです。ハンダゴテの小手先は面積が広い方がハンダに熱が伝わりやすく、簡単にハンダが溶けます。それではアナログスティックを取り外します。フラックスを塗るとハンダ付けしやすくなります。追加でハンダを盛ると古いハンダが取れやすくなります。ハンダ吸い取り機をまっすぐ基板に固定してハンダが溶けてから吸い取ります。ハンダをしっかり取り除かないとアナログスティックは外れません。アナログスティックを取り外した後はアルコールでフラックスを洗浄します。TS5 のアナログスティックは2種類ほどあるので、今ついているアナログスティックと同じ色のアナログスティックを使用します。アナログスティックの固定にはマスキングテープを使用すると外れにくいのでおすすめです。フラックスを塗った後、ハンダ付けしていきます。先に大きな穴4つをハンダ付けしてアナログスティックを固定してから各足のハンダ付けをしていきます。横から見てアナログスティックが斜めになっていないことを確認します。マスキングテープでの固定が不十分だとハンダ付けの際にアナログスティックが傾いた状態でハンダ付けしてしまう場合があります。それでは分解した手順と逆の手順で組み立てていきます。マイクがずれたり外れていないことを確認します。線を挟まないように注意します。
マイクが外れた場合はマイクの先端を隙間に挿入し固定します。しっかりロックされたことを確認します。コントローラの動作確認はゲームパッドテスターのサイトで確認できます。サイトのリンクはコメント欄に記載しておきます。コントローラをケーブルで接続するか Bluetooth で接続します。右側アナログスティックはこのように正常に動作するようになりました。他のアナログスティックやボタンも動作を確認しておきます。特に問題なさそうなので、これで PS5 のアナログスティック交換方法の説明は終了です。ポイントはアナログスティックの交換にはハンダゴテとハンダ吸い取り機の工具が必ず必要という点です。皆さんも必要最低限の工具を揃えてアナログスティックの交換にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。